皆さんこんにちは。シニアモデラーのトニー高谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。冒頭から変な姿で失礼いたしました。実は老眼が進んできましてね、細かい作業をするときにメガネだけだったら手元が見えにくくて、このようなヘッドルーペ拡大メガネですね、これをつけてさらに、この丸いレンズですね、付属しているレンズまで使っています。まあ本当に年を取りたくないですね。そのようなことでこれから先このような変な姿で動画に映り込んでいるかもしれませんが、ご了承のほどお願いいたします。さて今日は実際に毛書きの作業をご覧いただきたいと思います。今回の動画ではすでに1両分もしくは2両分に相当するサイズの真鍮板があるものとしてご説明していきます。まず1両分とか2両分相当の真鍮板がご自分で切り出したか、切り売りを買ってこられたかにかかわらず、こちらの一辺がまっすぐになっているかどうかのチェックをまずします。これはどういうことかと言いますと、この長辺がこの先毛書き作業の基準線になるからです。このように長辺がへこんでいたり、このように出っ張っていたりしていましたら、ヤスリで形を整えます。もちろん、凸凹にね波を打っているのも NG です。次に今確認した長辺に対して左右の辺が垂直になっているかどうかの確認をいたします。垂直でなかったらこちらもヤスリで形を整えます。はい、それではこの件も含めまして作業の様子はこちらをご覧ください。まず基準となる長辺にスケールを当ててまっすぐかどうか確認します。へこんでいたり膨らんでいたらヤスリで削って修正します。次に今確認した長辺に対して左右の辺が垂直になっているかどうか確かめます。直角であるかどうかを調べる道具としてスコヤがあります。ところが私はそんな道具があるとは最近まで知りませんでした。それで製図用の三角定規を主に使っていました。もう一枚三角定規があるのですが、現在行方不明です。もう一つの方法として国用の方眼紙も利用しています。かなり正確に印刷されています。小さなパーツを作るときにもよく使っています。いよいよ毛書き作業に移ります。このチャンネルの第2回目で測定した屋根の直線と側板の寸法を足した数値を毛書きます。
毛書きといっても鉛筆を毛書き針に持ち替えただけでそんなに難しい作業ではありません。2点に印をつけて印同士を線で結ぶだけです。もう一本左側に線を引きます。後で糸のこで切り落とすための切り代を作るためです。私は切り代は1ミリ幅にしています。次に屋根の折り曲げ開始線を毛書きます。今回は雨どいと重なりますので、やや強めに線を引いています。クーラーやベンチレーターの位置決め用に屋根の中心線を軽く引きます。古いメモですが、いっぱい数字を書いています。車両の左端を0にして、ドアと窓の位置を 0.25 ミリ単位で書き込んでいます。窓がたくさんあって作業時間もかかりますので、この後の動画では作業を省略します。年数が経過していて変色して分かりにくいですが、仕上がるとこんな感じになります。この後2つほど追加の説明をいたします。一つは真鍮板が新しかったり、ペーパーヤスリなどで磨き出した金ピカの状態だと毛書きの印や線が判別しにくいことがあります。油性のフェルトペンを真鍮板に塗ります。ご覧のように非常に線がくっきりと見えます。ただ車両1台分に塗るのは大変ですし、拭き取りも面倒なので、私は限られた部分にしか使用していません。追加説明の2つ目は毛書き作業の注意点にもなりますが、切り代、ドア、窓とか後で切り落とす線は深く毛書いても構いません。けれども屋根の中心線のような部分を深く毛書くと塗装の際に線が浮き出ることがあります。何回か作業をしているうちにコツがわかると思いますが、気になる場合はサーフェーサースプレーを使って確認するのも良いかと思います。はい、ここからはもう少し補足の話をいたします。実物の車両の窓は四隅に小さな R、つまり曲線がついているものが多いですよね。毛書きの際、私はどうしているかと言いますと、省略することが多いです。こちらは国鉄153系電車の、図面ですが、何しろ数が多いので、毛書くのが、面倒ですし、R自体も小さいので省略しています。ただですね、ドアの上部とか車両によっては窓の四隅の R が少し大きいかなと感じる車両がありますのでね、その時には目分量で斜め線を引いています。斜め線を引いていましたのは
適当な道具がなかったということもありました。ところがですね、最近いいものを見つけました。これです。タミヤのモデリングテンプレートという道具です。正方形で四隅が直角のものと R のついたものがいろいろなサイズで切り抜かれています。他にも円や楕円も売られています。もともとプラモデルの筋彫りとかのディテールアップ用として売られていますので、説明書に金属には使用しないでくださいという注意書きがあります。ただですね、毛書き作業はそれほど力を加えたりいたしませんので、この程度でしたら金属工作にも使用できるかと思います。筋彫りガイドとか筋彫りテンプレートで検索すれば、タミヤ以外のメーカーからもいろいろな種類が出ています。興味のある方は一度ご覧になってはと思います。実際に使用している場面につきましては後日お見せしたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は毛書き作業についてご説明いたしました。次回は切り出し作業について2回に分けてご説明する予定です。今回もご覧いただきありがとうございました。